こんにちは、もねです。そろそろね、2022年の上半期が終わろうとしております。ということで今日の動画は2022年上半期本当に買ってよかった文房具アイテムを紹介します。さあ今年はね、どんなアイテムがノミネートされているかお楽しみに。紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておくので、気になる人はチェックしてみてください。それでは今日も楽しいおうち時間いってみましょう。まずは書類ボックス。ワーカーズボックスさんのもので、お仕事関係の書類をまとめるために購入しました。お値段ですが、スタンドが1つと A4 が5冊セットになった A4 セットが3300円。そしてスタンド1つとワイドが2冊になったワイドセットが2100円。書類をね、プロジェクトごとにガッと全部ね、まとめて放り込めるので、片付けが本当に楽ちんです。表紙にはタイトルやどんな風に仕事が進んだのか書ける場所もあるので、プロジェクトが終わっても振り返りやすくなってます。背表紙にはプロジェクト名、クライアントの会社名と担当者名で、連絡先とプロジェクトの開始日と終了日で、ファイル番号とチェックボックスが書き込めます。プロジェクトごとでもいいですが、クライアントごとに分けてもありかもしれませんね。捨てちゃうことが一番家の中はすっきりするんでしょうが、似た仕事があった時は過去にね、どれくらい時間がかかったとか、どこがスムーズにいかなかったかとか見返しもできるので、私は取っておいてあります。本のように開く形なので A3 のものも入っちゃいます。インデックス欄が2箇所あって、縦でも横でも置けるので、置き場所の選択肢も広がって助かるんですよね。どうにかしなきゃって思いつつ、とりあえずね、棚の隙間に突っ込んで放置していた手帳本のラフや書稿の原稿などをワーカーズボックスさんの書類ボックスですっきり収納しました。なんだかんだね、私にとっては初めての本ですごく思い入れ深いので、こうやって残しておけるのは思い出としてもありなのかもしれません。シンプルなデザインのおかげでリビングのソファーから丸見えなんですが、おしゃれですよね。お次は今年初めて取り入れた日めくりカレンダー。私が購入したのは新日本カレンダーさんから出ている旅する日めくり 365days ジャーニー。お値段は1650円でした。イラストは平野俊之さんによる365日書き下ろし。この日めくりカレンダーは今日何日かっていう、カレンダーの役目はもちろんなんですが、手帳でも使ってます。1日のね、役目を終えてめくったイラストは一度クリップで留めて保管しておいて、日記を書く時のデコに使ってます。文字だけだと寂しくなりがちですが、平野俊之さんのイラストのおかげで見返した時に可愛いページにしてもらってます。例えば美容院に行った日であれば紙のイラスト、カフェに行った日はカフェのイラストとか、こんな感じに書いてあることとイラストをリンクさせるようにしています。日めくりカレンダーっていうこともあって、紙が薄いのでリフィルに貼っても厚みが出ないのがすごくね、ありがたいし気に入ってます。厚みがあるとどんどんね、手帳が膨らんじゃうのでね。手帳でも大活躍してくれていますが、毎日夜寝る前に今日も一日お疲れ様でしたって1枚めくるようにしてから、一日っていう時間のね、流れを前よりもずっと意識している気がします。来年も日めくりカレンダーはね、取り入れていこうと思います。もしもおすすめの日めくりカレンダーシリーズがあったらぜひ教えてください。お次はブックマーク。インブルームのもので形がオクタゴン。お値段は550円。形はオクタゴン、オーバル、スクエアと3種類あって、
最初はねオクタゴンを買いましたが、ちょっとねあまりにも可愛かったので、私は追加でオーバルとスクエアも買い足しました。また一つね真鍮アイテムが増えて嬉しくなっております。ゴールドにちょこっとレザーが添えてあって、シンプルでアンティークな雰囲気が素敵なデザインのアイテムです。ブックマークには偉人の格言を切り取ったメッセージが切り込まれてます。オクタゴンタイプにはハートランド・ラッセルさんのあなたの興味をできる限り幅広くせよっていう文章が刻まれてます。視野を広くいろんなことにもっと興味を持ちたかったので、オクタゴンタイプのものを買うことにしました。正直ハートランド・ラッセルさんって知らないんですけどね。もともとスヌーピーミュージアムで買ったこちらのブックマークに穴を開けて使ってたんですが、目印を置いておきたいページが増えたんですよね。イルビゾンテの手帳と結構ね色合いがマッチして気に入ってます。このブックマークは可愛くて、ニコットでもね取り扱いをしたかったので卸も始めました。気になる人はニコットのショップを覗いてみてください。お次は鉛筆削り。ブラックウィングさんのものでお値段3740円。手動の鉛筆削りにしてはかなりねお高いものを買ってしまいましたが、使い心地めちゃくちゃ良かったです。ここ数年書いた文字を消せるもの、シャーペンとかフリクションとか鉛筆とか何を使おうか結構いろいろ悩んで使ってきたんですけど、やっとねブラスプロダクトのブラスペンシルに落ち着きました。ブラスペンシル自体軸が長くないので、普通の鉛筆削りだと刺した後にねさらに後ろから鉛筆で固定しなきゃいけなかったので、手動のコンパクトな鉛筆削りをゲットできて結構ね大満足しています。何がいいってねやっぱりデザインですね。この黒に異素材の黒のロゴとか結構やっぱかっこよすぎでしょって思いましたね。使っててテンションが上がる一品です。この六角形のフォルムは鉛筆を表しているらしいんですが、ただの円柱じゃないところがまた回しやすくてすごくね手にフィットします。そしてね転がっていかないところも良かったです。デザインもさることながら思った以上に機能面でもいいお品でした。削ると木の部分がちょっと湾曲するので、この構造がねどうやら芯を折れにくくしてくれてるらしいんです。わかりますかね、この湾曲感。削りカスは3回分ほど入れておけるスペースがあります。なのでね出先でゴミ箱がなくても安心して使えます。お次はまたね収納系です。ノックスのリフィルファイルボックスベージュ。お値段は税込み1870円。カラーはメインの色がブラックで、引き出す部分がグレー、ベージュ、ブルーと3色展開されてます。このボックスにはストックのリフィルを入れてあります。1月始まりの手帳を使っている私は年末に1年分まるっとセットアップするので、スケジュールを各ページの付け足しはないんですが、ダイアリーページだったりレビューページだったりダイエットのねデイリーページだったり無地のページだったりとか、イレギュラーで増えていくページはいつでもねスッと書けるようにストックしておきたかったんですよね。ノックスのリフィルファイルボックスを買う前はリフィルをその都度用意してました。まずはパソコンとプリンターとソフトを起動して、でデータを探してプリントして、でそんでもって穴開けて、で意外とね作業があるので書き出すまでに結構時間がかかっちゃって、ちょっと今日は書くのやめちゃおうかななんて思っちゃうこともありました。書きたいって思った時にすぐ書けるようになったのはノックスのリフィルファイルボックスのおかげかな。箱の強度はそこまで強くはないので、あまり外へは持ち出したくありませんが、実家に帰る時とかは持って行ってます。すごくねシンプルで統一感が出せるデザインなので、棚の整理にも役立ちました。
箱の中には生理用の紙ファイルがグレー、ベージュ、ブルーのね色がそれぞれ2枚ずつ入っているので、自分で決めた種類別にまとめておけるのもポイントが高かったです。お次はファイリングバインダー。こちらもノックスから出ているもので、ファイリングバインダーのブラックです。今回収納系が多いですね。お値段は1320円。グレー、ベージュ、ブルーと3色展開になってます。サイズ展開もバイブル、ナローでミニ、英語と4種類あるので、自分の使ってる手帳のサイズに合わせて選べます。リング系は 20mm。 表紙はね失敗するのが怖かったので MT の黒マステに書いてから貼りました。タイトルは 15mm のもの、そしてインデックス部分は 6mm のものを使いました。リフィルのストックで使っているファイルボックスと同じノックスさんのアイテムなので、ファイルボックスと並べても統一感があるところが気に入ってます。今は年ごとにまとめてますが、コレクションページが1年で完結しないもの、本だったりとか映画のレビューページとか行ったご飯屋さんの記録とか、そういうのはまた数冊買ってカテゴリーごとに1冊にまとめようかなって思ってます。システム手帳を始めた最初の頃は保存用手帳を自分で作ってたんです。こちらの動画で紹介してるんですが、これはねこれで可愛いんですよ。クラフトのボードと金色のハトメと黒のリングの色合いとか、何よりね作るとコスパめっちゃいいんですよ。なんですけど改良のね余地があってちょっと頭を抱えてたのでバインダーに切り替えました。また製本は自分でちょっとね挑戦したい部分でもあります。最後はこちらのシステム手帳。レッツステーショナリーグッズさんから出てるクリアシステム手帳ミニ6サイズです。お値段は13,200円。お色はナチュラル、レッド、ブラックと3色展開で、ビニールとね本革の異素材使いが本当におしゃれで気に入ってます。私が今コレクションページを挟むのに使ってるバイブルサイズの手帳とサイズ違いのものになってます。2つ並べるとね親子みたいで可愛いですよね。バイブルサイズのものを10ヶ月ほど使っているんですが、ビニールがとにかく厚いんですよ。そのおかげでビニール特有のへたりがないので、ずっとねシャキッとシャンとね凛々しい状態を保ってくれてます。ついに私もミニ6サイズ手帳に手を出してしまいました。まだまだね使い始めたばかりですが、初めてのサイズ感にウキウキが止まりません。これからどんな風に使われていくか動画でもお届けできたらいいな。この手帳が仲間入りした日の開封動画はこちらの動画から見れるので、気になる人はチェックしてみてください。開封からねセットアップまでの動画になってます。今日の動画は2022年上半期本当に買ってよかった文房具アイテムを紹介しました。今回はね収納系が多かったですね。私は結構デザイン優先で、これ持っててテンション上がるっていうものを手に取りがちなので、これからもテンション上がるものを集めて、そして大切に使っていきたいです。紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておくので、気になる人はチェックしてみてください。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタンとねチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっとね楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。